なりほー、自爆少年花子くん考察学園、キャラ声で。今回は15巻ラストで登場した赤い家の事件の内容と、あまねくんとつかさくんの過去について解説。今までで明かされているあまねくんとつかさくんの動きについてもまとめていきます。今回の動画には自爆少年花子くん15巻以降の話が含まれます。ネタバレが苦手な方はこちらでブラウザバックをお願いします。ねねとこうが入ってしまった赤い家、そこで起きた凄惨な事件とは一体何だったのか、花子くんたちの間に何が起こっていたのでしょうか。それではレッツ花子くん考察。赤い家の詳細。15巻ラストで登場した赤い家。あの家は花子くんと司が生前住んでいた湯木家の家でした。父と母とあまねくんと司くんの4人家族。あまねくんと司くんのお母さんが司の名前を司の漢字で呼んでいたので、この幼い頃の司のことをこれからは司くんと漢字表記で呼んでいきます。あまねくんは4歳の誕生日が来る前までは生まれつき循環機能が弱っていて、体や肺に血液をうまく循環させることができず、命ももって1ヶ月くらいという危険な状態でした。そのことを知った幼き司くん。司くんは霊感が強かったのか、それとも死期が近かったのか、怪異か彼岸側の何者かの声が聞こえていたようなのです。その何者かに自身を見栄にしてあまねくんが元気になることを願っていたようでした。そして1960年11月25日、あまねくんと司くんの誕生日の日、赤い家の中にある大きな穴の中から何者かが司くんを呼び、あまねくんが元気になった願いの代償を求めてきたので、司くんは見栄として穴の中に身を捧げ、神隠しに遭ってしまったのでした。その半年後、司くんはひょっこり戻ってきたのですが、母は一緒に暮らすうちに自分の子ではないと気づきます。母は司くんを連れ、渚神社に足を運びます。司くんを元に戻してほしいと頼みに来ていました。それから何年も経った後、赤い家で一家心中事件が起こったのでした。以来、この家に住んだ人間には不幸が降りかかるようになり、心身に異常をきたして自殺、行方不明、事故、取り壊しの話も出たが、工事関係者も次々に亡くなり、源家が一切の干渉を禁じ、ようやく被害が止まり、今も放置されているようです。この一切の干渉を禁じたのは、源家のおばあさんだったということが79話で明かされています。久しぶりに源家のおばあさんの話が登場です。覚えているでしょうか？こうが初めて花子くんを払おうとした時のことです。トイレの花子さんは、俺のばあちゃんがやっとの思いで封印した超凶悪な悪霊なんです、と言っていました。ここでふと疑問に思ったのが、源のおばあさんがトイレの花子さんを封印したのは学園だったのか、それとも赤い家だったのか。学園でトイレの花子さんを封印していた場合、学園の七不思議や怪異たちは噂を変えられていなければ大抵は人を襲ったりはしないはず。しかし、超凶悪な悪霊と言われているので、花子くんが超凶悪な悪霊ということになります。赤い家への一切の干渉を禁じた後、被害が止まっているので、赤い家の穴の中の何者かをおばあさんが封印していたとも考えられます。ということで、赤い家で封印したのが超凶悪なトイレの花子さんだったのではと考えた場合、司くんの願いを叶えたり、代償を求めたりしているので、花子さんの能力そのものなんですよね。凄惨な一家心中事件や事故が起きることも納得がいきます。司くんの願いを叶えたのが超凶悪なトイレの花子さんなのかもしれません。しかし、トイレから声がしたわけではないので、トイレの花子さんとは違うのでしょうか。もしくはトイレ以外にも花子さんは存在するのか、果たして穴の中の何者かは一体何者なのかっていうのが気になりますね。
でも、司くんが声に呼ばれて歩いて行った時、あまねくんが、司、どこ行くの？トイレ？と聞いていたので、どう見ても子供部屋だったのですが、あの穴がトイレだった可能性も捨てきれませんね。あまねくんと司くんの動き。今まで判明しているあまねくんと司くんの動きについて時系列をまとめていきましょう。1956年11月25日、2人は誕生します。1960年11月25日、4歳の誕生日、司くんは姿を消し、その半年後、1961年の5月頃ですね、ひょっこり帰ってきています。さらに5歳になるまでに月の石が目の前に降ってきていて、それを本物だと信じていて宝物にしていました。1964年の7月7日には、あまねくんと司くんが2人で夏祭りに来ています。夏祭りの出来事は今でもねねの見た夢だったのか、本当にあった過去の出来事なのか定かではありませんが、この時あまねくんは短冊に、ねねお姉さんとまた会えますようにと願いを書いていました。1969年7月18日、ねねが彼岸でも志願でもない、どこでもない場所に行った時、カーテンにくるまっていた中学2年生のあまねくんに出会い、ロケットのキーホルダーのついた鍵を拾っています。そして人類が初めて月に行った翌日の1969年7月22日、あまねくんは土ごもり先生に傷の手当てをしてもらい、月の石をプレゼントしています。その後、1900年丸月×日、湯気家の一家心中事件が新聞に載り、4人が死亡、一家心中かと書かれているので、あまねくんが包丁で司くんを殺し、両親と共にあまねくんも亡くなっているということになります。何が原因でそのような事件が起きてしまったのか、あまねくんの怪我は司くんがやっていたのか、謎は深まるばかりです。もしねねが拾った鍵が湯木家の家の鍵だったとしたら、ねねが今も鍵を持っているので、どこでもない場所にいるあまねくんは家に入れないままになっていますね。そして、あまねくんはかもめ学園の七不思議7番トイレの花子さんとなり、司くんはどうなったのかがわからないまま時間が経ち、花子さんとして八代ねねと出会い縁を結び、司も七峰桜と縁を結び、二人の前に現れるといった時系列になっています。司の行動理由。最後に司の行動理由についてお話しします。司は会員になって彼岸の者の願いを叶えると言って、三つ葉くん、幽霊の願いの代償に魂の一かけら理性の部分を抜き取って、低級霊の寄せ集めで作った霊体に魂の一部を加えて新しい三つ葉を作り出しているんですね。この時わざわざ理性の部分を抜き取ったと言っていたんです。一体なぜ理性なのか。それはそもそも司自身が穴の中の何者かに理性を奪われた存在であり、理性を欲しているからなんじゃないかと思いました。なぜなら、穴の中に入る前の司くんは、お医者さんが来ていたら部屋に入らずに待っていたり、あまねくんのことを思って行動したりと、今の怪異の司の性格とは少し違う気がします。そう、今の怪異の司はまるで理性がなく無邪気で天真爛漫といったような性格に思えるのです。司はもしかすると理性がない状態なので、彼岸の者の願いを叶えた代償に理性を奪う、そういった行動をしているのかもしれません。七峰桜に関しても縁を結んでいて、この子には逆らえないと言っていたので、桜も司に理性を奪われているのかもしれないですね。夏彦はなぜ怪異が見えたり無事だったりするのか完全に謎なので、早くそのあたりが明かされると嬉しいですね。それではご視聴ありがとうございました。バイビー。